今回の搭乗機はボーイング 737-8200 という少し変わった機種になります。 737-8200 は 737MAX の標準モデルである 737-8 をベースに開発された派生型です。最大の特徴はその座席数で、通常モデルの 737-8 は189席が上限ですが、-8200 は MAX8 と同じ胴体長にもかかわらず、最大210席を搭載することが可能となっています。737-8200 の運航会社は現在世界に5社ほどあって、今回はそのうちの一つ、インドの LCC 赤鞘に搭乗します。搭乗便は赤鞘1127便、搭乗機は機体希望 VT-YBC です。インド第2の都市ムンバイからストデリーまで約2時間のフライトです。737-8200 はアイルランドの LCC 大手ライアンウェアの提案により2014年に開発が発表され、2021年から運用が開始されました。737-8200 の座席の多さは客室内のギャレーなどの設備を簡素化することなどによって実現されており、 LCC の戦略に合った機種となっています。最大座席数は210席とさっき紹介しましたが、座席が200席を超えると規定により客室乗務員の数を4人から5人に増やさなければならないため、実質的には197席といった数字が現実的な最大値となっているようです。今回乗っている赤鞘もエコノミークラスのみの1クラス仕様で、座席数197席となっています。ちなみに座席の間隔については前後28から30インチで、他の機種とそこまで違いはありません。滑走路を挟んで向こう側の格納庫はインディアンエアネイバルエンクレイブと書いてありますね。インド海軍の P8 哨戒機とドルニエ228が見えます。あちらの尾翼2号と書いてある機体は2023年に経営破綻した LCC ゴーファーストのエアバス A320 です。経営破綻の原因について航空会社側はブラッド&ホイットニー製エンジンのサプライチェーン問題を挙げており、破綻時には運航機材のうち半数以上がエンジンの問題で飛行できない状態だったようです。その隣にいるこちらは2020年に退役したエアインディアのボーイング 747-400 です。インドの政府専用機としても使われていた機体ですが、エンジンも取り外されて今はスクラップ待ちみたいです。ムンバイはなんかいろんな機体が転がってますね。こちらは2019年に経営破綻したジェットエアウェイズの機体ですね。777-300ER や A330-300 が何機か放置されていますね。エンジンもついたままですが、何年も野ざらしになっているのでもう飛ぶことはできなさそうですね。これから離陸するムンバイのチャトラパティ・シバージー国際空港には2本の滑走路がありますが、それらはこのように交差しているため、現在は同時に2本の滑走路を使用する運用は行われていません。2013年まではタイミングを見計らいながら2本の滑走路の同時運用も行われていたらしいんですが、分析の結果、無理に2本使うより1本の滑走路のみに発着を集中させた方が効率が良いということが判明し、以降は2本あるうちのどちらか1本のみを使用するという運用になっています。この飛行機の後ろには離陸待ちの機体がたくさん並んでいるのが見えますが、チャトラパティ・シバージー国際空港は世界でも有数の混雑空港として有名で、2023年のこの空港の発着回数は33万回となっており、同じ時期の羽田空港の発着回数46万回には及びませんが、成田空港の21万回、福岡空港の18万回を上回る数字を叩き出しており、実質的に滑走路が1本しかない空港としては驚異的な発着回数の多さです。
間もなく飛行機はチャトラパチシバージー国際空港のランウェイ27から離陸です。ヘリコプターや小型飛行機などが発着するジュフー空港という空港です。チャトラパチシバージー国際空港よりかはかなり小さい空港ですが、非常に距離が近いことや滑走路の配置が似ていることが災いし、1953年と1972年にジュフー空港をチャトラパチシバージー国際空港と誤認して着陸してしまうという事故が発生しています。今回乗っている 737-8200 という飛行機は現在までに型式証明を取得できている 737MAX3 機種のうちの一つとなっています。-8200 と -8 は一見座席数が違うだけなのに型式証明が別なのは不思議に感じる方もいるかもしれません。確かに航空会社によって座席数や内装が違っても ANA の787も JAL の787も同じ787という機種ですよね。しかし 737-8 を 737-8200 にする際に拡張された最大座席数というパラメータは緊急時に乗客が安全に脱出できるかという型式証明の要件と紐づいているため、物理的に座席を増設できるスペースがあるからといって最大座席数を増やすことは簡単ではないんですよね。特に通常モデルの 737-8 の最大座席数である189席は要件の基準が変わる手前のギリギリの座席数なので、189席をまたいで最大座席数を増やす場合は新たな機種として型式証明を受ける必要があったというわけです。こちら座席ポケットに入っていた安全のしおりにも書いてありますが、この飛行機の非常口は前方、主翼上、後方に加え後方非常口のやや前側にも1ペア設けられています。ミッドエグジットと呼ばれるこちらは 737-8200 開発にあたり -8 から追加された非常口です。90秒ルールというのを聞いたことがある方もいるかもしれませんが、座席数が45席以上ある航空機は最大搭乗者数が90秒以内に機外へ避難できることを実証しなければならないというのが型式証明要件で定められており、またその前提として非常口の数や種類に関する要件も細かく定められています。737-8200 の開発ではいかに非常口に関する要件をクリアするかというのが重要な課題だったようです。737-8200 ではミッドエグジットにタイプ3と呼ばれる小型の非常口を使用することで周辺スペースの節約を図っているのですが、これは本来型式証明要件で認められていない方法です。というのもタイプ3の非常口は非常に小さいため1機あたり2ペアまでしか脱出能力として認められないことになっており、ボーイング737では主翼上にすでにタイプ3の非常口が2ペア設置されていたため、本来であれば追加のミッドエグジットはタイプ2以上の大きいものにする必要がありました。しかしボーイングは連邦航空局に交渉し、ミッドエグジットに使用する非常口は一般的なタイプ3よりも大型で操作も容易であることや、201席以上にする場合は客室乗務員をミッドエグジットに常駐させること、十分な脱出能力があるのを試験で確認することなどを条件に当局の特例承認を取り付け、最大210席という驚異的な座席数
を 737-8200 に搭載可能にしました。ちなみにさっき説明した客室乗務員が増える問題などもあって、737-8200の本領を発揮する210席使用機というのはまだ存在していません。ボーイングが行ったという脱出試験もミッドエグジット周りの部分的なものらしいので、今のところ210席というのは本当に書類上だけのスペックという感じです。実機が存在していないのでわからないんですが、210席使用だとどんな感じになるんですかね。赤サヤの 737-8200 はシートピッチが28から30インチで197席なので、これを28インチに統一して、さらに前後のラバトリーを圧縮したり仕切りを外したりすれば、なんとかあと2列ぐらい押し込めそうな気はします。まあでも結局201席を超えると客室乗務員を1人追加で乗せなきゃいけないってのが結構大きいですよね。果たして今後210席仕様の 737-8200 が登場する日は来るんでしょうか。さて、飛行機は間もなくインドのストデリーのインディラ・ガンディー国際空港に着陸します。インド空軍が保有するボーイング 777-300ER となっています。滑走路が実質1本しか使えなかったムンバイとは違い、デリーでは4本の滑走路が同時運用可能となっています。飛行機はインディラ・ガンディー国際空港のランウェイ27に着陸しました。というわけで、デリーに無事到着したところで、今回の動画は終わりにしたいと思います。それでは以上、ご視聴ありがとうございました。